皆さんこんにちは。最近まだまだ暑い日続いてますよね。こんな暑い時には怖い話聞きたくなりませんか？前回のライブで私病院に勤めているとやっぱりヒヤッとすることだったりとか不思議な体験あるんですよってお話ししたら、皆さんそれについてね深掘りしてほしいということがあったので、今日はそんな女医が体験したちょっとヒヤッとするお話深掘りしていきたいと思いますので、最後までご覧ください。では最初に、これはですね、私がまだ研修医2年目の時でしたね。とある暑い夏のことでした。で当時私は大学病院に勤めていたので、週に1回外勤といって外病院にですね当直、要は、夕方行って次の日の朝までそこで過ごすっていう当直のバイトをしていました。でそこはね、東京の杉並っていうところにある病院で、どちらかというと急性期の方もいたんですけれども、ご老人の方だったりとかそういった方が、長期で入院するような場所でもありました。でそこの病院の当直室っていうのが変わっているわけじゃないんですけれども、大きなベッドがあって机がある、これは普通なんですが、トイレがですねそこにはついてなかったんですよ。なのでトイレに行きたくなると病棟の廊下を通っていって、ちょっと先の方の、要はみんなが使うトイレに行かなくちゃいけないんですね。なのでそこで、当直をする時には夜中にトイレに行くのがちょっと怖くて、私はあまり好きじゃなかったんですよ。でその日もですね、当直をしていて、特に夜中でも何事もなく、今日は何事もないから普通に夜中起こされることもなく朝を迎えそうだなと思って、眠りに入ったんですけれども、パッと目が覚めたら、で時を見ると確か午前1時半か2時頃だったんですね。でなんとなく嫌な予感がしたんですが、ちょっとトイレに行きたくなっていて、なんか嫌だなこれ、やっぱり当直室を出て遠くの廊下を歩いてちょっと先のトイレに行くのなんか怖いなと思ったんで、気にしないで朝まで我慢しようかなと思って、ちょっと10分か20分ぐらい気にしないように寝てみたんですけど、やっぱり気にすればするほど行きたくなってきて、意を決してですね、大丈夫と自分に言い聞かせてドアを開けて、で当直室を出てまっすぐ廊下を歩いていったんですね。するとですね、トイレの近くにぼやーっと白い何かがうずくまっているんですよ。でいやいや、それはそんなはずないと思って近づいてみると、なんと白い服を着たおばあさんがうずくまってるんですね。でそれを見た私はもうキャーって大きい声を出してしまったんですよ。そしたらそのおばあさんがファッと私を見た瞬間に、懐中電灯を持った看護師さんが走ってきて「先生何やってるんですか!」って大きい声を出されて、でよく見たらそこにはその向かいにある病室のおばあさんがただちょっとね、迷子じゃないですけどそこにうずくまってる人だったんですよ。でもちろん私それでもびっくりしたんですが、怖かったんですが、その後に、そこの府長さんにこっぴどく怒られて、こんな夜中に大声出さないでくださいっていうふうに怒られたっていうのが一番怖い思い出かなと思っています。なんだそれって思った方すいません。じゃあもう一つ、これは本当に今のはねちょっとした私が本当に怖かったんですけど、お化けとかじゃなかったっていう話なんですけど、もう一つはですね、怖いというよりは今でもあれは何だったのかなって思う体験一つになります。あれもですね、研修医2年目でしたね。あれはちょうど冬でした。で研修医っていうのはいろんな、私の時は研修医制度っていうのがあって、いろんな科をローテーションで3ヶ月ずつ研修しているんですが、その時の私はリウマチっていうか、そういう膠原病内科っていうところに配属されて、そこで研修をしていたんですね。でそこは毎日今日どういう患者さんが入院してきますっていうのをして、で今日入ってくる入院の患者さんと今持っている患者さんを見て、じゃあちょっと戸守先生少ないから今日入ってくる誰々さんは戸守先生担当ねとか、戸守先生今回まだまだ退院する予定の人が少ないから新規の患者入ってくる入院の人はじゃあ別の先生にしましょうっていうふうに
毎朝その患者さんを振り分けるっていうことが行われていました。で毎日例えばですね、じゃあ鈴木さんっていう患者さんが毎日入院の予定になるんですが、毎回その人入院をキャンセルされてたんですよ。で多分1週間ぐらいですかね、毎日鈴木さんっていうのは今日入院してくる予定ってなって、他の先生、私以外の先生に振られるんですが、絶対にその人来なかったんですよ。だからこの鈴木さんっていう人はいつもキャンセルする、その入院をね、何か知らないけどキャンセルする人なんだなっていうふうに思っていたら、多分1週間か10日ぐらいそういったことが連続して起こってたら、たまたま私に担当する時になったんですよ。じゃあ今日は来ないかもしれないけど、今日もし鈴木さんが入院してきたら、じゃあ友利先生担当ねっていうことになったら、その人がなんと来たんですよ、その時に限って。でやっぱり鈴木さんという人も来るんだみたいな、それぐらいの、別にそういうことってないわけじゃないので、別にそんなに対して気にも留めていなくて、で、入院されました。でそこの病棟に私ご挨拶に行って、主治医の友利ですって、これからねこういった検査をしてこういう治療をしていこうと思いますんでっていう話をしに行ったら、開口一番その方がですね、僕は先生に会うために入院してきましたって言ったんですよ。で私もって思って、でそんなことが初めて言われたのでって思ったら、僕何回も入院キャンセルしたんですが、やっと友利先生が担当になるっていうのが分かったんで今日入院してきましたっていうふうにおっしゃったんですよ。でもね、入院の担当医ってわざわざ事前に連絡することってないんですね、もちろん。で来て初めてこの人が担当医ですっていうふうに言われるので、事前に分かることなんて絶対にあるわけないんですよ。でもね、その人年が50、60代ぐらいの、初老の男性っていう感じで、別に変な怪しくもなんともなく、別に本当に真顔でそういうことをおっしゃるから、私もそうですかみたいな話をして、でなんで分かったんですかってやっぱり聞くじゃないですか。そしたら、僕山伏をしてるんですって言われたんですよ。で山伏ってなんだと思って、山伏って何ですかって言ったら、要はそのお祈りとかをしていろんな人の願いを叶える仕事ですっていうふうに言われて、でそんな仕事あるんだと思いながら、そうですかって、あまり深く突っ込むのもねどうかなと思ったので、じゃあ、あまり深く聞くのもなと思って話を流して、で、今後の治療方針とかをいろいろ話をしていって、で不思議な人だなと思いながらも、だいたい1週間か10日ぐらいの、検査プラスの、いろんな入院だったので、これからの検査の方針だとか日にちとかね、しっかりと検査を決めてこれを話をしに行くっていうことをしてたんですね。そしたら、入院当初、当日はそんな感じだったんですけど、2日目3日目となることによって、先生今こういうこと考えてるでしょうとか、先生今こういう感じのお家の間取りに住んでませんとかっていう話をし始めるんですよ。それが怖いぐらいに全部合ってるんですよね。当時私は姉と2人暮らしをしてたんですが、この姉と2人暮らししているお部屋の間取りとか、普通に当たり前、普通に玄関があってお部屋があるっていうのは当たり前かもしれないんですけど、びっくりするぐらいにそれが合ってるんですよ。でその時実は姉がですね、私をとあるコンテストに応募するっていう話をしていて、私がやめてよ恥ずかしいからっていう話をちょうど兄弟の中でだけしてたら、それもですね、その人が友利先生ね、お姉さんが今ねやろうとしてることを反対しない方がいい、これをすることによって先生の人生を大きく開けるからって言ったんですよ。でちょっと怖いなと思いながらも、それを姉に話をしたら、やっぱりきっとこのコンテストに出す方がいいんだみたいなことを言われて、でその1週間の、検査入院が終わった後に、その人が退院する時にですね、ズバリそのコンテストの日の、別に私その人に言ったわけじゃないんですよ。その日をドンピシャで言って、何月何日僕は先生のために祈ってますから、必ず結果が出るはずですから、先生の人生を大きく変えますと言って退院されていったんですよ。その日から私はその方に会うことは一度もないんですけれども、確かに私は
その方が言うように、姉が応募したミス日本というコンテストで準ミス日本を取ったことで、マスコミに出るようになったりとか、普通、テレビに出るようになったりとかっていうことで私の人生大きく変わったので、でも別に私その方にこのコンテストに出ますとか、私の家がこうですとか、今自分が悩んでますなんて一回も言ったことがないし、何月何日にそのコンテストがあるっていうことも言ったことはないんですね。さらに言うと、私はその方に、私がそれって25歳の時ですから、今42ですけど、この十何年間一度もお会いしたことがないんですね。でも今でも、もしその人がそれをおっしゃらなかったら、私は嫌だなと思ってたので、そのミス日本のに出ることはもしかしたらなかったかもしれない。そうするとテレビに出ることもなく、もしかしたらこの YouTube を撮ってることもなかったかもしれないなっていうふうに思って、別に何があったわけで、別にその人に何か怖いこと言われたでもないんですが、今でもその方はどうして私に先生に会うために入院してきましたとか、先生がお姉さんから勧められていることを必ずやってくださいとか、何月何日に行われる時には僕は先生のことを祈ってますとおっしゃってくれたのかは謎のままになっています。いかがでしたでしょうか。本当に科学ではね説明できないことだったりとか、冒頭のことはね科学っていうかただの私のおっちょこちょいなんですが、2つ目のエピソードはね、今でも本当にあれは何だったんだろうなって思うし、そもそも山伏さんっていう人がその先2回と会ったことがないので、本当に山伏っていうんで、なんか修行してるとか言ってたんですよ。だから本当にその方が修行してたのか、じゃあ修行してたらなんでちょっと病気で入院されたのかって謎がすごく多かったんですけど、でもなんか根掘り葉掘り聞くのもできなかったし、1週間でもう退院するってことが決まっていたので、その1週間でなかなかちょっといろんな不思議なことを言われたことを今でも覚えているので、やっぱり科学ではね何か説明ができないことっていうのはあるんじゃないかなと思いますし、これもですね、信じるか信じないかはあなた次第じゃないかなと思っています。それでは皆さん、このシリーズよかったらいいねボタンを押していただいて、いやいやもうこの話いいよって思うんだったらこれが最後になると思います。まだまだ暑い日が続きますので、ちょっとヒヤッとしてくれていたら嬉しいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。